皆さんこんにちは、佐々木です。今回はごちゃごちゃとレイアウトしすぎて荒れてきたコーンスネーク用の 45cm ケージについて、日々のメンテナンスがしやすいように新しく広いケージを自作する様子をお届けします。まず置き場所ですが、以前爬虫類棚を増設したことで空いたレオパ用のスペースがあるので、こちらに設置していきます。次にケージの材料です。ちょうど棚を作った時の端材があるので、予算削減のためにこれらを流用します。ホームセンターに先ほどの板を持ち込んで切り出してもらいました。直線カットだけならこっちの方が圧倒的に仕上がりがいいです。イメージの確認のために簡単に箱型に組み合わせました。引き戸にするには上下の高さが狭くて厳しそうなので、今回はこんな感じの前開きタイプで作っていきます。加工が一番面倒くさい前開き扉から手をつけてみます。扉を長板で固定する際、長板の凹凸が見た目よろしくないので、木材を掘って埋め込む形にしていきます。木工用ののみを使ってそれっぽく掘っていきます。のみは初めて使うので仕上がりはいまいちですが、どうせ長板に隠れて見えなくなるので特に気にしません。見よう見まねでやってたら力加減を間違えて粉砕しました。しょっぱなからメンタルくじけそうです。先に溝を掘ってからカットする作戦にしました。ジグソーなので直線カットには向いていないですが、仕方なし。溝の加工が終わったら、ネジ穴の位置合わせのために一度ネジ止めして組み立ててしまいます。仮組みしたものがこちらです。一番大事な前面扉の開閉は特に問題なさそうですね。一度すべて分解して、皿ネジが飛び出ないようにネジ穴の面取りをします。いつもは9mm のドリルで削っていましたが、仕上がりが汚かったので、今回は面取りカッターを使ってみました。さすがに専用品だけあります。ドリルで面取りした時と違って、バレがほとんど出ずに綺麗に仕上がります。次は、前面扉の窓と天板の空気口用の空間を作っていきます。まずは、長方形の内側四隅をドリルで穴開けして、四隅に穴が開いたら、その穴にジグソーの刃を突っ込んで穴をたどるようにして切断します。天板の1個目の窓がくり抜き終わりました。前面扉も含めて、あと3個、同じような加工をしていきます。切断面を少し整えて、こんな感じにくり抜き終わりました。この後はヤスリかけと塗装ですが、この時は冬真っ只中で塗料が乾きにくい時期なので、暖かくなるまで一旦保留にします。前回の加工から約3ヶ月が経ち、外も多少暖かくなってきたので、残りの作業を進めていきます。塗装の前に表面を整えるため、サンダーを使って全体的なヤスリかけを行います。ちなみに、ヤスリの目の粗さは400番を使っています。目が細かいほど仕上がり良くなりますが、今回はこれで妥協します。サンダーの通らない窓の部分は手作業でヤスリかけしています。風が強い時期の外の作業は粉が舞うのでマスク必須です。ヤスリかけが一通り終わったら、次は塗装です。今回はデザイン性重視で茶色、白色、木目の3色構成にするので、色の境目の部分はマスキングテープで保護しておきます。まずは茶色の塗装です。以前に使ったことのあるヴィンテージワックスを再利用しました。ただ、このワックスに関しては、生体への影響が不明だったので、安全性を考えて、ケージの外側にだけ使うようにします。ケージ側面の板の外側にも同じように塗っていきます。パイン材に塗るのは今回初めてですが、なかなか優しい風合いに仕上がりますね。小学校時のパイプ机を思い出します。一通り塗り終わりました。表面を乾いた布巾でこすって、
余計な塗料を取り除いてから室外で半日以上乾かします。先ほどと同じように境目をマスキングテープで処理したら、次は白色のアクリル塗料でケージの内側の塗装をしていきます。木目調そのままでもおしゃれですが、内側はコーンスネークの糞や尿がつくため、防水性能を高めるために塗装しています。白色も一通り塗り終わりました。ケージの内側は全面白色なので、塗装する箇所が多いです。まだ後ろの木目がうっすら見えているので、1時間ほど乾かした後、2、3回重ね塗りし、完全な白色に仕上げていきます。塗料が完全に乾いたら、ケージの劣化を少しでも抑えるため、内側、外側すべてに水性ウレタンニスを塗装していきます。この和新さんのウレタンニスは食品衛生法にも適合しているので、木製の食器や子供のおもちゃにも使うことができるようです。コーンスネークだと移動するときに舌をチロチロしながら壁を舐めたりするので、念には念の対策です。ニスがざっくり乾いたら、旋盤の仕上げ用ペーパーでヤスリかけしていきます。この仕上げで表面の凹凸が減る分、汚れがこびりつきにくくなるので、特に糞の掃除が楽になります。外側の面も同じようにヤスリかけして、箱になる部分は完成です。ケージを組み立てる前に、全面扉の窓に取り付ける透明板を取り付けていきます。通販で購入したアクリル板にカット用の下書き線を引いて、その線の上を専用のアクリルカッターでなぞります。この作業中は結構なアクリルの削りカスが出てくるので、周りに養生シートを貼ってから作業した方が面倒が少ないです。カッターで良い感じまで溝が掘れたらパキッと折ります。あとは全面扉の窓枠に合わせて下穴を開けて、下穴を 4mm のドリルで拡張して、生体が怪我をしないようにカッターの刃で角を削ったら、最後にアクリル板をねじで取り付けて全面扉の完成です。次は天板の通気口の加工です。アルミパンチ板にしようかと思いましたが、微妙に高かったので、ホームセンターで売っていた安いバーベキュー網で代用します。バーベキュー網の固定方法が悩ましいところでしたが、配線材コーナーでちょうど良さそうなものがあったので使ってみます。実際取り付けてみた感想ですが、バーベキュー網を取り付けるために生まれたと言っても過言ではないほどのフィット感でした。ちょっと高いですが劣化しにくい金属タイプのものもあったので、今度作るときはそっちを使ってみようと思います。はい。全面扉の窓と天板の通気口の作業は完了です。この後はサクッと組み立てて設置場所へ収納します。ここまで来たら最後の仕上げです。まずは仮組みの時と同じようにサクッと組み立てていきます。防水性アップのため板の隙間にコーキングしていきます。この状態で角になる部分にマスキングテープを貼って、防カビ剤非我乳のコーキング剤を打っていきます。表面をヘラで撫でたらコーキング剤が乾かないうちにテープを剥がします。コーキング作業が終わったら全面扉用の長板を固定して、ケージ本体に全面扉を取り付けました。このままだと全面扉を開けた時に180度開いてしまうので、前蓋用ステーを取り付けて90度で止まるように調整します。ここまで来たらラストスパートです。天板を取り付けて、全面扉にアンティーク調の取っ手を固定。最後に全面扉をロックするための金具を天板に取り付ければ完成です。仮組みの時に確認済みですが、もう一度開閉確認しておきます。
ロックがうまくできるか不安でしたが、問題なさそうですね。設置の前に、底面に、傷防止のクッション材を貼り付けて、予定していたスペースに格納してみます。良い感じにぴったりですね。というわけで、少し動画が長くなりましたが、今回は、前開きタイプのコーンスネーク用のケージを自作した様子をお届けしました。ウレタンニスの完全乾燥に1週間ほどかかるため、コーンスネークのお引っ越しはまた次回になる予定ですが、その前にサイズをぴったりにしたせいで、ロックを開けられない問題も解決しておかないといけませんね。それでは、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いできれば幸いです。